おはようございます。たかしです。本日は4月9日火曜日、ただいま9時18分。それではポンド円、そしてドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日の冷やしは陽線です。ここのところちょっと揉み合いっぽい、そういう形になっておりますね。現在地付近で揉み合っているような感じなんですが、昨日ちょっとそこを上抜けそうな雰囲気にはなってきております。ただし現在地っていうのはかなりの高値圏にあるんですね。過去の動きを見てもわかるように、今ずっと高値更新をしてきて、このあたり3月の20日付近で一度大きく上抜けた高値を更新して、そこからの急落になっておりますので、現在目指しているのはこの3月20日付近の高値 193.5 付近なんですが、ただし今はストキャスティクスも高値圏に来ておりますので、そこは注意ですね。過去これストキャスティクス高値圏からデッドクロスしてきているのがちょうどこの3月20日付近なんですが、そこからの下落っていうのは 193.5 から190円ぐらいまで下落しているので、結構な値幅下落しております。今回もストキャスティクス高値圏に来ておりますので、現在地付近から大きく下落するということも考えられるので、そこは注意なんですけれども、基本的には上昇トレンド中です。 GMMA の青帯は上昇トレンド中、上向きですよね。ということは押し目買いからやっていくのが安全なんですが、そろそろ一旦の天井を迎えるのかなという雰囲気も感じます。先ほど冒頭で言いましたように、ここ現在地付近で少し揉み合いを起こしている、そんな感じにも見えますので、まずは昨日の高値を明確に上抜けてこれるかどうかっていうところに本日は注目ですね。では4時間足です。先ほど日足で言った揉み合いっていうのがこの辺りですね。直近ではここレンジのような感じにも見えてきます。基本的に日足の GMMA 上向きですし、4時間足の GMMA も上向きなので上昇トレンド中なんですが、先ほど日足のストキャスティクスは高値圏、4時間足も高値圏ですよね。で、現在は直近の高値付近まで上昇してきたので、ここからの下落っていうところは考えておきたい。そして現在レンジなのであれば、昨日高値付近が天井、そして直近の安値の 190.5 とか、もう少し下のオレンジの水平線、この辺りが下限になってくる可能性があるので、そうするとこのオレンジの日本の水平線で挟まれたところでのレンジとなると、結構現在地っていうのは高値圏にあるので、ここから大きく下落してもおかしくない、そんなところにはあるんですね。ただ先ほど言いましたように、基本的には GMMA の青帯は4時間足も日足も上向きですので、下がったところは変わりやすくなりますが、現在地っていうのはやはり大きく下落する、その初動になる可能性もあるので、それはご注意ください。もちろんこの 192.25 というオレンジの水平線を明確に上抜けてくれば、次は 193.5 という先ほど日足の高値を目指していくんでしょうけれども、本日はそこがどうなるかっていうところに注目です。では1時間足です。1時間足の GMMA の青帯も上向きですよね。ですので今1時間4時間日足と全部上昇トレンド中です。そう考えるとこのオレンジの水平線を上抜けてくる可能性は考えたいんですが、昨日の上昇ちょっと分かりにくいですよね。トレンドが小さいんですね。ですので、もしかするとやはり本日あたり深めの押しをつけてくる可能性を考えておきたい。その場合は今ここに緑の右上がりの切り上げラインを引いているんですが、この辺付近まで下がってくる可能性が考えられますので、そうすると191円の前半ぐらいまでの下落は考えておいた方がいいかもしれません。例えば前回のこの下落ですね、金曜日の下落みたいな、こういう急激なズドンという下落が起こってもおかしくない、そういうポイントには来ておりますので、そういった大きな下落には注意なんですが、基本的には先ほど言いましたように1時間足以上全て上昇トレンド中ですので、安易な逆張りは危険なので、そこはご注意ください。基本的には下がったところを買っていく、押し目買いが安全です。ではドル円です。ドル円は相変わらずなんですが、ちょっとこれ上抜けそうな雰囲気になってきましたね。現在は水色と白いラインで挟まれた間でのレンジ、これを抜けた方についていきましょうという話をしておりました。水色が 150.8 付近、白い水平線が152円付近ですね。昨日も上昇してきて、今までこの下がったり上がったりっていうのを繰り返してきていたんですが、ちょっとここのところの動きを見ていると、どうもこの上限付近に張り付いてきている、そういう感じにも見えてきます。ただ日足ストキャスティクスは高値圏に来ておりますので、もしここ152円を上抜けたとしても天井は近いと思っておいた方がいいですね。一度上抜けたとしてもそこから深めの押しをつけるとか、そういう流れになる可能性はありますので、152円抜けたからって言ってそこに乗っていくと天井をつかまされて大きめの下落をし
していく可能性っていうところは考えておきたいです。基本的には今この上昇トレンド中、ポンド円と同じく GMMA の青いも上向きですので上昇トレンド中ではあるんですけれども、やはり高値圏にあるのでここでの乱高下っていうところは考えておきたいのと、上抜けてくると為替介入警戒も強まってきますので、そこでのさらに大きな乱高下、1円2円幅ぐらいの突発的な下落っていうことも考えられるので、その辺は注意が必要です。では4時間足です。4時間足を見ていると、今までのこの白いラインと水色のラインのこの幅でのレンジから、ここのところはどうも高値圏に張り付いている感じがしますよね。ここのところずっとそうです。4月に入ってからぐらいは結構高値圏に張り付いてますよね。一度深めの押しを作ったんですけれども、それ以外は基本的には 151.5 より上にありますので、これを見ていると上抜けそうな雰囲気ではあります。ただ日足のストキャスティクス高値圏、そして4時間足も今デッドクロスで下落中ですので、本日は上値が重くなるのかなと。昨日は一応上昇方向には動いていたんですが、本日は上値が重くなる可能性があるので、その辺は注意がしたいですね。ですので今ここからの上抜け期待でのロングエントリーっていうのは危険だと思います。基本的にはここレンジですので、レンジ上限からは下落方向をイメージしておく、レンジ下限からは上昇方向をイメージしておく、そして抜けた方へついていくですね。ですので現在地付近からブレイク狙いのロングエントリーは最高値を掴んでそこから下落していくっていうことも考えられるので、それはご注意ください。では1時間足です。1時間足を見ているとよくわかりますよね。昨日のこの上昇ずっと高値圏で張り付いてますよね。今までですとここから比較的ピンクのラインぐらいまで押しを作るみたいな動きをしていたんですが、ちょっとそこの雰囲気が変わってきたのかなと。今まではピンクのラインに押しをつけて 151.9 付近まで上昇していくっていう、そういう動きだったんですが、そこを一段上のゾーンに入ってきた感じですよね。今までは下のゾーンで動いていて、現在はそれが上のゾーンに変わってきたというところですので、いよいよ152円を上抜けるのかというところには来ておりますが、やはり先ほど言ったようにここからの上抜け期待のロングエントリーというのは危険ですし、結構値幅がこの動く値幅が小さくなってきているので、トレードがしにくくなってきてますので、もしここからドル円買っていくのであれば152円を明確に上抜けてからの方がいいと思います。もしくはしっかり押しを作ってくれればですね、再び 151.5 付近まで押しを作ってくれるのであれば、そこからは買っていってもいいと思いますが、現在地付近の狭い値幅で動いているときはトレードは控えていった方がいいかもしれません。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。